ベクトルとベクトルを足し引きする方法を学びましょう。ベクトルの足し算引き算はとても簡単です。2つのベクトルの x 成分同士を足し引きして y 成分同士を足し引きするだけです。例を見てみましょう。ベクトル A 足すベクトル B。ベクトル A の成分は3と8。ベクトル B の成分はマイナス1と4です。よって、ベクトル A 足すベクトル B の x 成分は3足すマイナス1イコール2。y 成分は8足す4イコール12です。この計算を視覚的に表現してみましょう。まず、ベクトル A を表してみます。原点を支点とします。ベクトル A の x 成分は3なので、右に3マス、y 成分は8なので、上に8マス移動します。次に、ベクトル A にベクトル B を足してみます。ベクトル A の終点から始めます。ベクトル B の x 成分はマイナス1なので、左に1マス、y 成分は4なので、上に4マス移動します。最後に、ベクトル A 足すベクトル B を矢印で表すには、ベクトル A の支点とベクトル B の終点を結びます。この新しいベクトルは原点から座標2、12に伸びているので、先ほどの計算と答えが一致しています。2つのベクトルの足し算は平行四辺形を使って視覚化することもできます。その場合、ベクトル A の終点とベクトル B の支点を合わせる代わりに、両方のベクトルの支点を原点とします。まず、ベクトル A を複製して、ベクトル B の終点まで平行移動させます。次に、ベクトル B を複製して、ベクトル A の終点まで平行移動させます。すると、ベクトル A 足すベクトル B は原点と平行四辺形の対角を結ぶことで表せます。反対に、ベクトルの引き算を視覚的に表すのはやや直感的ではありませんが、やり方を覚えれば簡単です。まず、ベクトル A を書きます。そして、ベクトル B をベクトル A の終点から書きます。ここでベクトル B を逆転させてマイナスベクトル B に変換します。最後に、ベクトル A の支点とマイナスベクトル B の終点を結ぶと、ベクトル A マイナスベクトル B が完成します。また、両方のベクトルの支点を原点とするときも平行四辺形を使うことができます。まず、ベクトル A とベクトル B を原点から書きます。ベクトル B をマイナスベクトル B に変換すると、向きが逆転します。マイナスベクトル B を平行移動し、ベクトル A の終点とマイナスベクトル B の支点を合わせます。ベクトル A の支点とマイナスベクトル B の終点をつなぐと、ベクトル A マイナスベクトル B ができます。最後に、ベクトル A マイナスベクトル B を平行移動させると、元の2つのベクトルの間に収まります。この結果から、ベクトルの引き算を視覚的に表す場合、B から A へと矢印が伸びることがわかります。この事実を暗記するのが手っ取り早い一方、先ほどの過程を経れば必ずこの結果にたどり着けるので、わざわざ暗記しなくても問題はありません。今日のエピソードはここまでです。また次回。